皆さん、こんにちは。ゆきです。日本語の大丈夫っていう言葉知ってますか？日本人が毎日本当によく使う言葉です。でも、いろんな時に使うので、時々、あれ今のこういう意味で合ってるかなって思うことがあるかもしれません。今日は大丈夫のよく使う使い方をシェアするね。このチャンネルでは日本語を勉強している人のためにゆっくりとわかりやすい日本語でポッドキャストをお届けしています。よかったら日本語のリスニングの練習に使ってみてください。大丈夫はいろんな場面で使える便利で簡単な言葉です。でも意味が一つだけではないので、ちょっと気をつけてください。例えば、よく使うのが元気がないときとか、どこかが痛いとき、頭が痛いとか、歯が痛いっていう時に、家族や友達に言ったとします。頭が痛い、歯が痛い、目が痛い。そしたら、大丈夫？ここで使う大丈夫は Are you okay? に近いです。大丈夫と聞かれたときに、大丈夫。少し休んだら治りそう。ちょっと痛いけど、そんなにひどくないから大丈夫というときは、大丈夫。大丈夫だけでも OK。ただ、ちょっと難しいのが、質問も大丈夫？答えも大丈夫。イントネーションだけが違います。質問するときは、Are you okay? って聞きたいときは、大丈夫？後ろが上に上がります。で、答えるとき、I'm okay の大丈夫と言いたいときは、大丈夫。イントネーションは上がりません。最初はこれを聞き分けるのが少し難しいですが、だんだん慣れてきます。じゃあ大丈夫じゃないとき、もうお腹がとっても痛くて病院に行きたいときとか、学校に行けないぐらいお腹が痛いときは大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。これは問題があります。とっても辛いです。大丈夫ではないということです。大丈夫じゃないと似た意味で、やばいかもとか、ダイレクトに病院に行きたいと言っても OK です。そんなにひどくないとき、少し寝たら治りそうだったり、もう少しで治りそう、元気になりそうなときは大丈夫で OK です。ではもう一つの使い方。いろんな場面で使われるので、大丈夫をマスターするのは少し難しいかもしれません。なぜかというと、こういう場面でも使います。No thanks みたいな意味でも使う時があります。例えば、友達が
あなたのお家に遊びに来たとします。何か飲み物でも出そうと思って友達にコーヒー飲むと聞きます。そしたら友達が大丈夫とか大丈夫って言ったらどっちの意味でしょう？コーヒーを飲みたいと思いますか？飲みたくないと思いますか？答えは No です。No thanks の意味で大丈夫と言います。さっきの使い方だと I'm okay という意味で大丈夫というので、この時に大丈夫と言われたら OK？ コーヒー欲しいのかなと思ってコーヒーを出していらないよっていうコミュニケーションがうまくいかないことが出てきます。どっちの意味だろうってわからなかった時はいらないってこと？コーヒーいらないの？と聞き直しても OK です。大丈夫という言葉はもともと仏教の言葉から来ているみたいです。昔は偉い人のことを丈夫、大丈夫の丈夫の部分が昔は丈夫と呼んでいたみたいです。今では大丈夫は問題ないとかいう時に使います。言葉の意味がだんだん変わってきたみたいですね。ちなみに大丈夫の大という漢字を取って丈夫という言葉もあります。丈夫というのは丈夫な体、健康な体のことを丈夫な体と言います。あとは壊れにくいもの、例えば丈夫なカバンとか、こんな言い方もします。はい、今日は日本人がよく使う大丈夫という言葉をシェアしました。日本語聞き取れた？大丈夫？よかったら大丈夫という言葉を使ってコメントを書いて日本語を書く練習をしてみてくださいね。例えば今日は朝から頭が痛かったけど今は大丈夫とか、他にもこの言葉の意味を知りたいというリクエストがあったらコメントを書いて教えてください。今日も見てくれてありがとう。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。またね。バイバイ。